OK， 欢迎回来，亲爱的观众朋友们。那么我们现在要继续来看《紫罗兰有文化人》剧场版这个系列，算是完结篇的一个剧场版电影啊。那么看完这个，就算是《紫罗兰有文化人》的正式完结。那么，让我们精彩继续吧。这一部剧场版是围绕着什么来讲呢？我也没看过。确定没有打开错吗？怎么一整个画风都不太……是什么静默剧？哦，这是那个吧？那个妈妈死了之后，给他写了50封信的那个家。啊，已经长大成这样了。啊。怎么也该联系？きっとお母さんが忙しいと思って何も言わなかったのか。分かってるでしょ。おばあちゃんはそういう人だったって。せめてお母さんの別にただおばあちゃんはもっと会いたかったんじゃないかな。もっとそばにいてほしかったんじゃないかな。おばあちゃん、こんなにお母さんのことおばあちゃんは自分の母親を愛して哦，所以这个女孩子是，是那个女孩的外孙女了，已经。啊，是外甥，我还以为是女儿呢。所以她口坐沙发上的那个是她女儿。哦。你外婆她母亲去世的早。嗯。说明那现在这个女孩她的外婆就是当时的那个孩子。嗯。为什么声音这么点？那个孩子也去世了。我操，黄天彪。ひいおばあちゃんが亡くなった後届いた手紙だね。亡くなった人から手紙が届いたの。自分が死んだ後も毎年誕生日には手紙が届くよう代筆を頼んだそうよ、ドールに。ドール？手紙を書く人形なんてあるの？这过了好久。昔目の見えない妻のためにタイプライターを作った人がその機械に自動手記人形という名前を付けたんだ。それから代筆を職業にする女性のことをドールって呼ぶようになった。啊，这个什么双目失明的制造了这个人偶这个概念，好像在那个戴眼镜，对那个戴眼镜的小妹妹那也有说过。代筆？代わりに手紙を書くの？ああ、昔は字を読み書きできる人自体少なかったからね。でも字を書ける人が増えて電話も普及して手紙を出す人も減って、その仕事は今はもうないんじゃないかな。何か特別な手紙を書くときやうまく書けないときはドールに頼んだものさ。那维尔利特现在也应该很老了吧？说不定都已经去世了。すごく大事去世了，那还演个锤子？おばあちゃん
应该是蛮老的了吧？そう。そろそろ戻らないと患者さんたちが待ってる。患者。他医生吗？さあデイジーも。私もう少しここにいる。お葬式終わったばかりで誰もいなくなったらおばあちゃん寂しいでしょ。ペイジ、お母さんは帰れば。お母さんはいつも家族より仕事の方が大事なんだから。そんなことは。私はおばあちゃんもそれからあなたのことも大事に思ってるわ。さあ駅まで送っていくよ。啊，所以黛西的妈妈是仕事が終わったらまた当年那个女孩戻ってくるから。的女儿。おばあちゃん、私お母さんにまた嫌なこと言っちゃった。分かってるのにお母さんの仕事がどれだけ大変か。但是这些花花草草被料理的很好。あん、8歳の誕生日おめでとう。啊，第一封信。悲しいことがたくさんあるかもしれない。頑張ることが多くてくじけているかも。でも負けないで。寂しくて泣いてしまうこともあるかもしれないけど忘れないで。お母さんはいつもアンのこと愛してるわ。看了这封信，他会回想起自己跟妈妈的过往。アン、10歳の誕生日おめでとう。重新审视背も伸びてずいぶん大きくなったんでしょうね。でもまだ本を読むのと踊ることは好きでしょう。なぞなぞと虫取りは卒業したかしら。18歳の誕生日おめでとう。もう立派なレディーね。好きな人ができたかしら。恋の相談には乗れないけどあなたが選ぶ人ならきっととても素敵な人よ。誕生日おめでとう。あ、20年も生きたのね。すごいわ。大人になってもたまには弱音を吐いてもいいのよ。あなたが不安になっても私がいるわ。あ、ずっとずっと見守ってるわ。あ、毎年お誕生日のたびにこんな手紙が届いたの。ひいおばあちゃん、おばあちゃんのことすごく心配してたんだ。新聞の切り抜き。梅尔利特吧。この人什么妖风？啊？艺术表现手法，我只能说，随着这张纸要开始，威尔利特那边的交代。哦，这个塔已经修好その了。手紙を書いたのは当時
那这样的时候还没修好ゴールだったらしい。毕竟已经一代人了。ある時はお姫様の恋文を書き、またある時は歌姫の依頼で新作オペラの歌詞を書いた。さらには有名な劇作家の舞台脚本の代筆もこなしたという。年迈的ライデン威尔利特，の郵便社に所属していたけれど、18歳の時にそこを辞めて以降、 18岁彼女の辞职記。事を見ることはない。 18岁的その通りの名は刚好是他的名字。北東戦域で拾った18岁就辞职。名前はつけてない。当年おい、挨拶しろよ。乱暴はよせ。こんな子供に。ギル、そいつは子供じゃない。そいつは武器だ。ただの戦う道具だ。じゃあ私が名前をつけていいか。バイオレット。バイオレットだ。哦，这都是维尔利成特的视角長すれば。君はきっとその名にふさわしい女性になる。君は道具ではなくその名の似合う人になるんだ。バイオレット・エヴァーガーデン。 Violet Evergarden，这又是前へ。以前干什么？什么授勋仪式吗？本年の海への参加の寄贈者より本年の海への女神イルマ・フェリーチェと参加が手渡されます。我靠，这颂歌，这荣誉这么大吗？是不是相当于火炬传递手？曾经作为战争兵器的他，现在是作为一个和平传递者的感觉。鸽子，海への参加とっても良かったわバイオレット。ほんと苦労して書いただけあったねバイオレットちゃん。哦，是他写的。はい。通常の手紙と違って海は果てしなく広がり、多くの水生生物が住み、豊かでとても美しいのですわ。查了好多资料。ですが人間のように功績や立場や人格があるわけではありませんので、称えるのに苦労しました。あ、いやまあ、来年は私が書きます。おいおい、海への参加は選ばれないと書けねえんだぜ。ここからすごい手紙バンバン書いて選ばれてみせるわよ。我看爱丽丝也风韵犹存呢。はい、選ばれてみせてください。任せて。干嘛呢？はい。
バイオレット・エヴァーガーデン。我靠，大人物，市長、市长，有委托是吗？市长大人こ。ちら雷電市の市長さんとその奥方だよ。你要不点杯喝着得了，你老喝我的干嘛？那咖啡啊，哎呀，お初にお目にかかります。お客様がお望みならどこでも駆けつけます。自動手記人形サービ五ス星好评。バイオレット・エヴァーガーデンです。素敵ね。本当にお人形さんみたい。おう、君のことはよく知っているよ。今年君がこの伝統ある海への感謝祭で参加を書くことになったんだ。大明星了。私も推薦したからだ。君が公開恋文を書いたフリューゲル王国ダミアン国王の宣誓文。哦，宣誓文。あの文章も美しく、君自身のように素哦，敵だった公主跟那个よ。王子已经，哇，戴冠式の宣誓文は王となるダミアン様の理想と志を文章化しました。私を素敵と形容してくださいましたが、書いた文章と私自身に相関関係はないと思います。太认真了，怪お李晨。知らずバイオレットちゃん、つまり私は君を評価しているのだよ。君はドールとしても活躍しているが、かつては軍人としてこのライデンシャフトリヒをも救ったのだからね。过去作为军人。他心里想，但是我没有拯救少佐。救ったのは私ではありません。多くの兵が戦ったからです。ですが、その戦闘は同時に多くの命を奪いました。私もです。それゆえ、私は称えられるべき人間ではありません。不了解梅尔蒂的一些人可能会觉得他刚刚挺失礼的，就是虽然他说的是实话。何か食べます？俺焼きそば。たまには違うものにしてよ。は又是胸针，再也找不到这一颗跟一模一样的了吧？バイオレット。エリコさん、我靠，把久しぶり。头发梳起来了。おお、元気そうだな。はい。社長、お久しぶりです。劇作家さんの助手はもう慣れた？去做家术士。前にバイオレ追ットの教室求自己に行ったところの先生だっけ？はい。以前お芝居を見に行った後、エリカさんをご紹介して。啊，哇，他以前做的事都感觉形成了一个好的闭环一样的感無理を言觉。って弟子にしていただいたんです。先生は毎日書いては書き直しで原稿をタイプするのは大変ですが、勉強になります。い。焼きそば食う？ちょっとベネディクト、話の邪魔。なんだよその言い方はひってえな。ねえ、一緒にお祭り見て回れない？すみません、誘っていただいて嬉しいんですが、今日はこれから来月上演するお芝居の稽古なんです。エリコさんが書いたんですか？哦，他自己写了一个剧，哇，实现理想也算是。よかったら見に来て。
私はこれで。あ強く願うと思いは叶うものだな。期望。強く願っても叶わない思いはどうすればよいのでしょうか。确实感觉这里只有维尔利特一个人的愿望没有实现。外出の仕事が随分と溜まっていますので。今日ぐらい休んでいいんだよ。釣りだぜ。工作麻痹自己。いえ、自分で立てました勤務計画に支障が出ますので、やはり戻ります。极度自律，我天哪！这里没有他期待的那个人，还是工作吧。哦，手有点问题了，可能是工作太长时间了。翔さん。翔さん。逃げろ。私を置いて逃げろ。絶対翔さんを死なせません。もうやめてくれ。生きるんだ。バイオレット、君は生きて自由になりなさい。心から愛してる。但维尔利特18岁就辞职了呀，他是去追求自由了，是吗？自己的梦想。親愛なるギルベルト少佐。啊，是仙人上组，また今日も少佐のことを思い出してしまいました。只能通过这种方式。何を見ても何をしてもあなたに思い出がつながってしまうのです。時間が過ぎ去り遠ざかってもあなたと過ごした記憶は鮮やかによみがえります。あなたは私をそばに置き、何もできない私に生きる術を教えてください。そして私に初めて愛してる、その言葉を与えてくださった。だからこうしてまた手紙を書いてしまうのです。
この手紙が届くことを願って、願いが叶うことを祈って。不会真被他联系到了吧？那这个概率也太低了吧？主要是他这个剧场版，他又单拎出来这个，他要怎么收呢？ではこちら、サンコルスのお戻しです。哎，那个ありがとうございました。小女孩呢？重さ 1.2 キロですので、11コルスでございます。哦，那个，妹妹。はい、CH 有限者。お客様がお望みならどこでも駆けつけます。自動式人形サービス、ドールのアイリスカナリーです。啊，はい。おりますが。你记错了吧？はい。他是愛麗絲人形サービス、ドールのアイリスカナリーです。はい。おりますが。お待たせいたしました。ご指名のドールはあいにく3ヶ月先まで予約が埋まっておりまして、私ではいかがでしょうか。そうですか。かしこまりました。では3ヶ月先のご予約を承ります。はい、そうですね。失礼します。这个语调变化真的是。お客様に不満そうな態度は取らないで。態度は見えません。電話ですから。表情は声に出るわよ。都找不到一个代言的。それにあなただって予約がいっぱいでしょ。パトレ屋さんほどでは。このままだと私、永遠にうちのナンバー3です。万年老三。对，他的梦想不是成为莱顿市第一人物。お疲れ様。社長、お疲れ様です。今週も忙しかっただろう。みんな明日はゆっくり休む。招点人啊，社こ长の。週末出張なんだけど。光嘴上说ガルダリコと真的の通是。商条約改定会議の書記を頼まれてたでしょ。そうだったな。干点实事私行不行？は市長夫人のパーティーに出席してきます。新規の顧客を開拓してきますから。大家都好み自觉。んな仕事熱心だ。最近テニス始めたから誰か相手してくれないかと思ったんだけど。社長には危機感ないんですか？今のうちに頑張らないと。そのいけすかない機会のせいでいずれ手紙なんて廃れます。这是大趋势，不可为的大趋势。电灯。有些事情不是光靠努力就能够。哎，这个镜头好有意思啊！这个不会是，我猜啊，这个不是这个是换那个煤灯或者油墩的工人嘛？然后他看着那个电灯亮起来了，会是这样吗？我操！もうすぐ電波塔も完成しますし。很快就建哦，这时候还没建成。そうすれば電話はもっと普及しますよ。そうね。いろんなことが変わっていくわね。この郵便社だって插叙。少しずつ変わってくるわ。我有一计，いずれは古式ゆかしき職業になるの你か们可以转もしれない。成移动公司、移動電信。そして廃れてなくなってしまうかも。だからこそその前に稼いでおかなきゃですよ。それでバイオレットもパーティーに行くの？いえ、私は。私もライバル連れて行くのは勘弁です。はい、勘弁で大丈夫です。私も出かける予定がありますので。外出的计划要去干嘛？哎呦！找他人。よし。なんだよ。又菜又爱ラ玩。リーしてくれよ。女の子直接拉巴了都不就行了吗？
社長が相手じゃな。みんな忙しいんだよ。バイオレットちゃんも付き合ってくれないし。いいじゃねえか。珍しく外に出かけるってんだから。ま、でもあいつがいると知らない女の子の気を引きやすいんだけど、配達してると結構聞かれんだ。CH 郵便車の人？あなたのとこのバイオレットってドール紹介してよって。男女バイオレ通吃ッ。トちゃんをお前の不純な動機に利用するな。不良动机。社长どこ英明に出かけたんだろうな。不会去废墟那儿吗？顔だな。应该不会吧？他会不会去那个高塔？那朵花祭拜。啊，这是这是少校的墓吧？大佐。他俩拿着一样的花哎。愛さん大笑啊！现在是大笑了お前だったのか。母の月命日にはいつも花が。啊！本来ならば明日来るべきなの母亲已经です去世了。他のご親族の方がいらっしゃるかと。ご迷惑だったでしょうか。いやだがわざわざこんなところに来なくとも、せっかくの休みの日に。休みだから来ることができるのです。あいつの代わりにか。少佐の代理というわけではありません。私は自分自身の意思で来ております。出于我个人的意愿，我操！戦争が終わってもう何年経った。分かっているだろう。あいつはもうギルベルトのことは忘れろ。哦，他不愿意承认少佐已经没了，所以他说我不代表少佐。難しいです。生きている限り忘れることはでき。有没有一种可能，也代表着他自我意志的一个觉醒？因为他当时只是作为战争的武器，作为狗，作为物件，作为别人的附属品而存在的。但是他慢慢找到了现在自己的价值，所以他是以一个自我的身份来去行使这个行为的，而不是说代替谁我知道呀，去行使这个事情。我知道，但是我是联系大佐说了话嘛，大佐让他忘了吉尔伯特嘛，让他忘了少佐。说明在大佐的意思里，他可能他认为威尔利特是不愿意承认少佐已经没有了，所以他说我并没有代表少佐过来，因为少佐是活着的，我还相信。但是比起那个他的自我价值觉醒，更让人触动。自我意志的觉醒。おい。紫罗兰。バイオレット。違うよ。それはバイオレットじゃなくてパンジーっていうんだ。そうか。よく知ってるね。那不是哥们儿你。二度と会えなくて忘れるは難しいか。是不是？绝对是，那这绝对是吉川的声线。我是听声音的，样子也像，但是看眼睛，很神秘的装扮，我觉得看眼睛。对呀、不然他单拎出来一个剧场版，然后前面才这么短的一个篇幅，后面要交代什么呢？总该有个落点的吧？哎，绝对是眼睛的，然后他马上就给了是胸针这个画面。是的。我操！忘れるは難しいか。
那为什么少佐？对啊，哦，他的手已经不太灵他光回到了。那个哦，少佐家了是。哦，不是。リボンがはい CHUB ドールの人っている？私もドールですが本当？じゃあ仕事を頼みたいんだけど、ちょっと僕のところまで来てくれる？本日当社は休業日です。そうなの？そっか。失礼ですがお声からすると随分お是不是那若いようです。个小男孩儿？手紙を書くのに年齢が関係あるわけ？ドールって望めばどこにでも来てくれるんでしょ？あれは嘘？いいえ嘘ではありません。じゃあ来てよ。小孩哥挺拽，是不是刚才那个小男孩儿？有可能。然后就要相遇了。我操，怪不得18岁辞职了。誰？ CHUB 社から参り换了ました个发带ドールです。ああ、入っていいよ。失礼します。お初にお目にかかります。お客様がお望みならどこでも駆けつけます。优雅。自動手記人形サービスバイオレット・エヴァーガーデンです。哎，ああ、本当に来たんだ。お客様がお望みでしたので。結構若いけど大丈夫？有点生病了，说他是不是生病了？精一杯頑張ります。我还以为是前面那个小男孩呢。入るぞ。あ、ちょっと待って。隠れろ。早く。他搞什么神秘兮兮的？ユリス、誰か来てたの？ああ、そう？話し声がした気がしたんだけ多冒ど。昧啊！気分はどうだ？毎日同じこと聞かないでよ。大丈夫？大丈夫だったらこんなとこいないだろう。ごめんなさい。お兄ちゃん、お兄ちゃん、絵本読んであげる。絵本なんか読むかよ、くだらねお兄ちゃんは具合が悪いんだ。え。具合が悪いどころか3回も手術して1年間入院しっぱなしなんだよ。一整天泡在医院的程度。そういえばルカがね、お見舞いに来たいって。お前に会いたいそうだ。来なくていい。どうしてあんなに仲のいい？いいんだってば。小孩哥真嘴硬。これ何？あ、ボロボロ。勝手に触るな、バカ。あ、それは隣の部屋に来たお見舞いの人なので、ちょっと預かってるっていうか、その俺エロいから。ごめんなさいね。お母さんたちちょっと散歩してくるわ。そうだな。少し眠った方がいい。また後で来る。会得了什么不治之症吧？是吧？所以他的亲人才会这么的もうよろしいでしょうか。顾念他的情绪波动，是吗？
私が隠れていなければならなかった理由を教えていただけますでしょうか、お坊ちゃま。少爷。ユリスでいいって。ではユリス様、父さんと母さんと弟には内緒で書きたいんだ。这个知道。お手紙をですか？うん。3人宛ての手紙なんだけど、哦みんなには俺がいなくなった後に読んでほしいから。啊，他知道自己要去世だ了，から書き終わってもちょっとの間預かってて、すぐに出すんじゃなくて。はい。意味わかる？そういうのできる？因为他也做过也做过問題ございません。相似的事啊。以前にも同じようなご依頼を受けたまわったことがあります。ユリス様より少し年下のお嬢様に宛てて、啊，お母様がお手紙を書かれたのです。ご自身がこの世からいなくなった後も50年間毎年お誕生日に届くように。50年間50通も？太神奇了。はい。今も毎年お哇誕生日にはその手紙が届けられているはずです。悪いけど俺そんなに注文できないから、その間に入ってるので足りる分だけ啊，那存的存好呢。小孩哥有点让人それで心疼。どれだけかける3通分ですと1通につき20文字程度かと。20文字？不お够母。さん、元気でね、ユリス。短っ！そんなの俺だって書ける。もっと母さんや父さんや弟が読んだら元気になって頑張れる、そんな手紙にしたいんだよ。感觉比较特有代入了，因为活下去这个3个字。ユリス様、先ほどのは一般的な料金です。ですが那你这个是特殊当社に的。はお子様割引がございます。ですのでこの間に入っているお金でユリス様が満足いただけるお手紙をご依頼いただけます。本当かよ。本当です。適当なこと言うな。適当に申し上げたのではございません。任務を遂行するために有事における特別規定を設けたのです。エマージェンシープロビジョンです。啊，真的有啊！我还以为你哄小孩呢。意味はわかんないけど、なんか生かすな。いいってことだよ。じゃあ始めるぞ。那前面天空中飞过去的那个飞艇，然后遮住太阳，那个又是什么寓意呢？就是说，跟你说时代在进步，都有飞艇。但是他讲述的场景以及事情。戦争で失ったのです。数年前は私も入院しておりました。それで手紙書けるのか飞よ。艇送信。この義手を使いこなせるようになるまで少々時間はかかりましたが、今では問題ありません。ですのでこのような動作も可能です。ああんたなんか面白いな。いつも具合はどうだ、大丈夫、もう休みなさいしか言わない。父さんや母さん、看護師たちとは一味違うな。一味違うと？心配とか同情とか過保護、とにかくそういうのはもううんざりなんだ。了解しま过度した。保护，その关键3つ词。はなるべく感情から排除し前ます。面社长嗯，跟那个やっぱあんた面白いね对话的。时候也提到了过度保护这个事情じ。ゃあ手紙書いて。お父さんに。お父さん。お父さん戦争に行ったの。ライデンシャフトリヒって国へ。莱顿。すぐに帰ってくるって言ったのにまだ帰ってこないの。だから私も弟もお母さんも元気だって知らせたいの。
手紙書いてくれる？我觉得这封信被瓦尔基特收到了吧？バイオレットちゃん誘って飯でも食うか。じゃああそこ行こうぜ。あのレストラン。バイオレットが初めてここに来た時行ったレストラン。お前リートフリート大佐。ホッチンズ中佐、いや社長だったな。俺も戦争が終わって何年も経っているってことをつい失念してしまう。何か用でも？いや找位置他。你还那个发带吧。我下意识。バイオレット。大佐、申し訳ございません。無礼を。为什么？いやいいんだ。これを。それは私の。下意识的微型动作，掏兜。落としていったのに気がついてな。バイオレットちゃんが出かけてた先ってまさか。 PTSD 是吧？墓地です。少佐のお母様の墓所がある。大佐、ありがとうございました。はいはい。じゃあ荷物置いて飯行こうぜ。飯。そうだな。バイオレットちゃんも一緒に行こう。はい。おい、今度うちが所有していた船を処分することにしてな。船ですか？ああ、あいつも子供の頃はよく乗っていた船だ。中に弟がよく読んでいた本や遊び道具がある。もし欲しいものがあれば。啊い。ただいてもいいのですか？ガラクタばかりだぞ。伺います。船を停泊させているところまで伺います。毎月お墓参りに行ってたなんて知らなかったよ。報告するべきだったでしょうか？あ、いやしなくていいんだよ。そういうのは一点点プライベートってやつだろ。念想的感觉。それで船には。伺うときは報告します。だからいいんだって。バイオレットちゃん一緒に行こうか。大丈夫です。心配や同情や過保護は社長の中から可能な限り排除していただいて問題ありません。现学现卖啊！明明刚来的时候还什么都不会，现在已经非常熟练了。問題ないって。うるさい。お前は黙って食ってろ。这两人真言う好。通りよ。いつまで経っても心配ばかりじゃね心配するだろう。しかもデートフリートの野郎、バイオレットちゃんの心の隙間につけ込んで。案外バイオレットにとってはいい相手かもしれないわよ。少佐の思い出を共有できて。あいつはバイオレットちゃんが孤児だってのをいいことに引き取って戦争の道具にしたんだぞ。だから彼女に近づいてはいけないの？今はそうじゃなくても？あの二人で傷を舐め合えっていうのか。それは悪いことなの？バイオレットは今も少佐への思いを抱えている。このままだとその思いに押しつぶされてしまわないか心配よ。でも大佐だったら私たちには与えられない慰めを。包括大校让那个布莱迪特去见他们母亲也是。将来俺に子供ができるとしたらやっぱり息子がいい。
女の子は俺の信心が持たない。过度保护是吧？老父亲的感觉，真好，说明他很重视故人的委托，これはあいつが很有夢责任感，中になった很有ようで、担当的一个男人。親父とよくゲームもしていた。哦，这个帽子好像これも少佐の。いや、それは俺の。失礼いたしまし啊，た。少佐是不是也戴了一顶？そんなに哦哦，对，他俩兄弟一人一顶。大佐の少佐も子供の頃にこの船でよく海に出られたのですね。ああ、親父に連れられてな。親父は陸軍一筋だったくせになぜか海に出るのが好きでな。俺が継いだのはそこだけだ。也就这一点。うちの花だ。哦，送到妈妈坟墓前的那种花吧。何がうちの花だよ。今何と言った？親父が見せたかったのはあれだろ。お前たちも俺のようになれと見せつけるためだろ。兄さん。俺たちはあそこしか選べないってそう分からせるためなんだろ。兄さん。親父もその親父も俺たちブーゲンビリア家の一族は軍人になるしかないんだろ。父さんやめて、兄さんを殴らないで。僕はなるよ、父さんのようになるから。俺が反抗的だった分ギルは真面目に親父に従うしかなかったのかもな。自分のせいで生き方を制限された弟に俺は鼻持ちにならない態度でしか接してやれなくて。私には兄弟というものがおりませんのでよくはわかりませんが、近い存在だからこそ複雑な感情を抱くという気持ちは少し理解できます。お前にわかるのか、人の気持ちが。这话皮肉で言ったん有じゃ。点冒昧。了解しております。この本もゲーム版もいただいてよろしいのですか？ああ、他们父亲应该是想让他们有一个跟他一样培养成陆军的，但是大佐可能他就不想，所以不想，所以他提出了质疑。那弟弟很懂事，为了缓和哥哥和爸爸之间的这种矛盾，他多少有点委曲求全的一个意思，就是从事了这样一条路吧。对，所以可能现在弟弟的死多少还是也会给他造成一定的心理负担的。因为是陆军嘛。对，如果当初没有这么一回事儿的话，可能后续的结果会不同，他会这样想。哦不，哎呀哎呀！大丈夫か。ありがとうございます。但其实哥哥和他一样都挺温柔的。お前も俺も。但是得到的也不算多呀。二度と会えない
忘れろなどと俺だって忘れることはできない。結局のところあいつは俺の弟だからな。また会えたら謝りたいことも可以的。話したいことも。但是如果少佐次は弟へ。真的还活着っ，て言っても弟には何て書けばいいかな。シオンはまだ5歳だし。では弟さんが生まれた時の気持ちなどを伝えられてはどうでしょう。ああ、生まれた時は嬉しかったな。焼きたてのパンみたいにあったかくてふかふかで。でもだんだんとご両親を取られるような気持ちになりましたか。弟さんの方が褒められると面白くなかったり。ほんとそう。でも後を追いかけてくると可愛かった。所以对他的情绪很复杂，情感很复杂。すべて聞いた話です。啊，是从大佐跟少佐的故事里听到的吧？さっきのにこう付け加えて、俺の分もたくさん生きて、それから俺の分もお父さんとお母さんと仲良くな。俺の分もお父さんお母さんにいっぱい甘えて。ユリス様は本当はたくさん甘えたいのに、つい本心ではない言葉を投げかけてしまわれている。我靠，心理学概师，我靠，跟那个谁一样，跟大笑一样。其实何でもわかんだね。多くの手紙を書いてまいりましたので、言葉にも態度にも気持ちにも表と裏があって、人类真是矛盾。全てではないのだと少しずつ分かってまいりました。でも本当の気持ちは伝えなければ分からない場合も多いです。ではこちらでよろしいでしょうか。ありがとう。それでは3通のお手紙大切に預からせていただきます。みんなには俺が天国に行ったその日に渡して、病院から郵便局に知らせてもらうように頼んでおくから。はい。ねえ、指切りはできる？指切り。そう、小指と小指をね、絡ませるんだ。そうして絶対に約束を守るって誓い合う。他好礼貌，他跪下来。冷たい指だな。手袋しててもわかる。冬が来る前に僕もきっと冷たくなっちゃうんだ。天哪，这话。それでもユリス様の残されたお手紙はご両親と弟さんの心を温めると思います。ちゃんとお手紙はお渡しします。では私の任務は以上で。
那是很郑重的委托。待ってもう一つ書きたい手紙があって。リュカ様ですか？ベッドの下で聞いておりました。是好朋友是吗？伝えたいことはできる間に伝えておく方が良いと思います。そうかな。はい。私は全てを聞くことも伝えることもできませんでしたが、どれに？私に愛してるをくれた方です。その人死んじゃったの？私はどこかで生きていらっしゃると信じております。相信的力量。その人に何を伝えたかったの？愛してるも少しはわかると。分かっただけ。你心里的情感远比嘴上要汹涌多了，好吧？小孩哥都已经看懂了。リュカがさ、お見舞いに行きたいって言ったのに来るなって。リュカとは小さい頃から仲が良くて、いつも一緒に走り回ってた。でも僕の足も腕も不想在自己在意的人面前表现得这么狼狈，女姿所以是不是少校也是这样的？そのお気持ちを手紙にいたします。お題はユリ様、看護師さんをお呼びします。リュカ様へのお手紙はまた次にしましょう。操，不会来不及吧？いいえ。哇，我觉得这份工作，我觉得人偶的这份工作就是你要写得好，就像维尔德写得好，你需要有强大的共情能力嘛。但是你越共情，你会发现你陷入那个人的感情就越深，带入他就越深。所以维尔利特每一次写信，他写的非常好的一些信，都是会强烈的带入到他们的视角，然后一次又一次的破防。我怕这份工作真的难，如果是我们的话，估计就把哭。我跟你说。这是刘卡吧？これ全部宛先不明か。ローランドのじいさんから引き継いだんだ。差出人が分かるやつは送り返そうと思って。で、社長の俺に手伝えと？今時の若いやつは残業が頑張るし、こんなに頑張ってんだから副社長すげえな。笑死！じゃあちゃんと簿記の学校现场に通え。邀功。帳簿が読めないやつは副社長にできん。うわぁ、出世の道が見えてきた。じゃあちょっと通ってみようかな。是不是认出少佐的字迹了？これはまあ、この辺りは割と最近の郵便物が最近的信だけど。この字。啊，果然。なんだ？いや、差出人の住所はエカルテ島。そこ、前はガルダリクに占領されてたところだよな。
戦争が終わって独立したんだっけ？俺に面会とは何の用だ、社長さん。谁先日谁让他辨别一下自己？あんたのところの道路の喧嘩。彼女が何か言ったのか？いや、不知从何说起，因为他也不确信。うちの船に来た後、社長が心配するからと帰っていったよ。行く時は報告しますって言ってたのに。あんたは彼女の保護者じゃない。彼女を縛り付ける権利はない。貴様が言うな。すまん。俺が悪かった。他真的很爱用那种油嘴滑舌的腔调掩盖自己真心的那种情感。看他说了，他最大的问题就是只会用这副腔调说。是的。今日はバイオレットちゃんのことで来たんじゃない。果然让他辨别一下自己。我操！哇！他一眼认出。社長。夜分にごめん。ちょっと話があるんだけど。你说。少佐还活着。少佐他可能。なんでしょう。还活着。まだ確認したわけじゃない。もしかしたら違うかもしれない。这是少佐的书。翔さんですか？ああ。何か分かったのですか？ギルベルト少佐のことが何か分かったのですか？我知道了，我知道为什么社长一副就是他不敢说，他是真的不敢说，因为他怕如果不是的话，就对他因为他之前跟那个大姐姐沟通过，他怕贝尔丽特被这种情绪给压垮了心态。如果这个是没有，是假的，心态就更崩了就。对，一个无望的希望，然后亲自的确认不是，那真的会崩。因为他知道，就哪怕是一丁点的消息，贝尔丽特也会马上就去，满怀期待，并且立刻行动。其实他挺怕这个消息是假的。それでこれから。ああ、人違いかもしれないが、行ってみる。わかりました。仕事の方は任せてください。等不及了。バイオレット、大丈夫？大丈夫でしょうか？少佐にお目にかかっても大丈夫でしょうか？何かおかしなところはないでしょうか？随分と年月が経ってしまいましたが、少佐は私のことがお分かりになるでしょうか？じゃあ、バイオレット、お目にかかったらまず何を申し上げればいいでしょうか？現在の状況でしょうか？それとも気持ちでしょうか？それらがうまく伝えられますでしょうか？気持ち悪いでしょうか？バイオレット。目的地まで遠いんでしょ？着くまでに手紙を書いてみたら？这大姐姐好好呀！我操，突然有点想哭，妈呀！
实力太好了。收到这么多デイジ盖比可不是遅くなってごめんなさい。开玩笑的。デイジ哦，他去干嘛了？不见了。しばらくの間ライデンに行ってきます。还是找维尔利特了吗？但这两个时间线应该是混着的。是，这个是维尔利特这个事情是插叙的，过去。这个是现在。看起来已经荒废很久了，好家伙，城博物馆。彼女が働いていた郵便社は他の会社と共に国の事業になり、元の建物は博物館になっていた。真是博物馆。好像没有维尔利特啊。有那个小妹妹。这小妹妹这个。还真没维尔利特呀。那18岁辞职了吗？但是那个去当编剧的那个眼镜妹回来了。估计拉她过来一起合照吧。维尔利特后面再没有消息了。ここを辞めて彼女はどこへ行ったのだろう。ゆっくりご覧ください。すみません、気がつかなくて。いいえ、何か聞きたいことがあったら何でもおっしゃってくださいね。はい。実は私もここの受付で昔働いていたんです。我特意看了一下他的手，我真怕他戴着手套。应该已经去世了，这时候的里头。この切手は。これはね、エカルテ島っていう島だけで発行されている切手なんですよ。エカルテ島。一定在那边过着幸福的生活。さっき昔ここで働いてたっておっしゃってましたよね。向他打听维尔利特的事。恵みの海よ、すべての世界につながる海よ。カモメは舞うあなたの空を、魚は泳ぐあなたの中を、貝は潜むあなたの底に。只不过是维尔利特当时的宋海歌吧。光を与う。有可能。あなたは命を育む。あなたは愛を注ぐ。あなたと寄り添い続ける。这个小女孩又是谁呢？这样不是之前拜托少佐给他写信的吗？今も過去も未来も包み、たゆたうあなたに身を委ねて。本当は海へ感謝を捧げる行事なんだけどね。今は帰ってこない人を弔う場になってしまったわ。誰も戻ってこんかったな。
島に残ったのは年寄りと女、あとは子供ばかりじゃ。海でなく戦場で死ぬなど、ご先祖様に申し訳が立たん。父ちゃんたちライデンの兵士たちに殺されちゃったんだよね。我操，不会是？ライデンの人なんかみんな死んじゃえばいいのに。我操，不会是少佐他们吗？さっき朗読したのは今年ライデンの感謝祭で捧げられたものなのよ。有名なドールが書いたものなんですって。バイオレット・エヴァーガーデンって命运的齿轮。世界是一个巨大的威尔利克。少佐傻了。Violet Evergarden。笑不出来。哦，老师，在这当老师了。哇，少佐一条胳膊已经没了。少佐听到他的名字的时候在想什么呢？毎日少佐のことを考えておりました。そして祈りが通じて願いが叶っていつか。但是他是从莱顿过来的耶。对。当初那些海岛出去的士兵，是不是被维奥利特他们在战场上杀掉的？哎呦，所以这也是事情有点难办哟。所以这也是少佐选下来留在这里当老师的原因吧。照顾他们的孩子来赎罪。我靠，要来了吗？这天气不太妙的感觉。灯塔。哑巴，我操！我现在好紧张。バイオレットちゃん、君は少しここで待っててくれるかな。私も行きます。もし本当にここにいるのがギルベルトだとしても、あいつが今どんな状態なのかわからない。だから構いません。对啊。但是他有所谓。構わなくても。是的呀，不然为什么会あいつがどうかは。社長还是很细的。本当の名は名乗っていないらしい。不用本名。小さな島だ。あまり噂を立てられたくはないだろう。对啊，别整的事情败露了，局面失控了，那可能是有点待っててくれるね。对，而且少佐他们家应该很有名的。少佐にお目にかかれるのでしたらいつまでも待ちます。这社長見第一面初めて来た土地だ。不得給他一拳。少し辺りを見てきたら。了解しました。社长真的很细，一脸担心。紧张死了。
他明白归明白，一步都不走啊！他是，你明白啥了你？学校这边放学了，有机会。おあのおじさん知らないよ。あ、こんにちは。こんにちは。誰のお父さいや是他的吧？ん？じゃあ誰？怪しい。いや俺は郵便社から来たんだ。あ、じゃあ手紙を届けに来たんだ。まあ。そうだ、いいものあげる。うわっ我在抱有什么期待呀、真的是。男の子の神経が持たんな。我靠，这还待在这儿。誰かのお姉さん？うん。私は郵便屋さん？はい、そうです。やっぱり。又给他看上了。いいものあげる。はい。昆虫。カマキリですか？びっくりしないの？前足が一本ありません。我操，笑死我了！ジルベール先生と同じなんだ。吉尔贝尔，その先生は右目も。我よく知ってるね。その先生は皆さんの先生なのですよね。そうだよ。先生はお元気ですか？うん。右手がないけど左手だけで鉄棒できるんだ。走るのも速いよね。うん、すごく速いね。もっと教えてもらってもいいですか？先生のこと。いいよ。すっごく優しい先生なんだ。わかんなくなったら。一瞬间安心的那种感觉，你知道吗？就是他那个表情，我操！居然是这样揭晓的，这个小螳螂上大分啊！小螳螂。社长，你这见到少佐第一眼不得给他一拳吗？不会的。我感觉他以什么理由给一拳？我感觉社长也好紧张。老友啊，多年未见的老友。誰だ？我操！入っていいよ。哦，他红了，已经红了。哇！我都要红了，我操！何かわからないところがあったのなら。一只眼睛，一个手臂。よく生きて、ギルベルト。ここではジルベールと名乗っている。そうか。突然訪ねてきてすまん。なぜここが？子供の手紙を代筆しただろう。宛先不明の手紙は郵便局に戻ってくる。差出人に返す前にもう一度確認するんだが、偶然その手紙を見て、お前こそなぜここに？
あの決戦の後、気がついた時には病院のベッドにいた。認識表もなかったので、修道会の病院に送られたそうだ。しばらく病院の仕事を手伝った後、国には戻らず、あちこちを回り、1年前にここに来た。子供たちに壊れるまま手紙を書いているうちに、この学校で、本来なら軍に報告すべきだったが。そんなことはいい。バイオレットちゃんが生きていることは知ってたのか？全都一模。だったらなぜ会いに来てやらなかったんだ。バイオレットちゃんは、あの子はずっとお前を待って。私があの子を不幸にしたんだ。私がそばにいない方がいいんだ。来てるんだ、彼女は。今外で待たせてる。どれだけお前に会いたがっていたか。会えない。ギルベルト。会えない。もう二度と。お前、死んだんだ。ギルベルト・ムーゲンビリアは死んだんだ。みんなそう思っていて、そして年月とともにその死を受け入れたはずだ。だから違う人生を生きさせてくれ。ギルベルト。今ブドウの収穫時期なんだ。これからその手伝いをする。この島の男は皆戦争に出て誰も帰ってこなかったらしい。ホッチンズ、頼む、帰ってくれ。また改める。我操，少佐呀，你走出阴影吧，他一直在阴影里。君は私のことを憎んでいるか？質問の意図がわかりません。何か失敗をしたでしょうか？悪いところがあれば直します。何なりとおっしゃってください。違う。悪いのは君は道具ではないと言いながら、私は君を使って使うのは当然です。私は少佐の武器です。戦況はこちらが不利のようです。次はどうしますか？少佐、命令をください。社長。少佐でした。やはり少佐でした。子供たちから話を聞いて。少佐にはお会いになられたのですよね。ああ。腕と目を負傷された以外はご無事だったのですよね。ではお目にかかれるのですよね。それが
君には会えないと。まだ任務中でいらっしゃいますか？でしたら終わるまでお待ちします。そうじゃない。では夜まで。バイオレットちゃん。では明日。そうだな。明日また俺があいつに会って話してみる。あいつは絶対に君に会わなくちゃならない。天然了，それは推察すると少佐は会えないのではなく会いたくないとおっしゃっているのでしょうか？どうしてですか？うまく言えないけど、その方がお互いいいと。よくありません。私はバイオレットちゃん。バイオレットちゃん。吐痰。それができたら上までブドウを楽に運べるわね。本当に助かるのう。こりゃ強い雨になるな。看来会有一场大雨啊！他说少佐这个很危险，就是。見つけたよ。下雨了。哇！哇！父さん。父さん。申し訳ございません。ご自宅まで。父さん、生きていらしたのならどうして連絡をくださらなかったのですか？どうして会ってくださらなかったのですか？私は少佐に会いたいです。最後にした話の続きがしたいです。愛してるも少しは分かるようになったのです。帰ってくれ。帰ってくれ。待ちます。少佐にお目にかかれるまでここで待ちます。今の君に私は必要ない。それに君がいると私は思い出してしまう。幼い君を戦場に駆り出したこと。君が私の命令を聞いて両腕を失って
が私が少佐を苦しめているのですね。今の私は少佐の気持ちが理解できるのです。全てではないかもしれませんが、少しはわかるのです。不是你都是拿你自己的箱子呀。我还挺能理解少佐的这种感情的，就看了威尔利特就想起曾经的那份罪恶，哇，这种感觉真的太折磨了。これを使うといいよ。ありがとうございます。止めてもらえるところがここしかなくて。宿もない小さな島だからね。バイオレットちゃん、この灯台郵便局も兼ねてるそうなんだ。我操，这眼神都。そうか。またこの花が咲く季節になったんだな。王子の両目には青いサファイア、腰の剣には真っ赤なルビーが輝いていました。ずいぶんスラスラ読めるようになったな、バイオレット。私のそばを離れるな。ずっとそばにいるんだ。バイオレット。はい。那句话太有含金量了不？然而，唉。あんたたちライデンの郵便車から？はい。バイオレット、エヴァーガーデンってさっきの女の子かい？郵便車に病院から連絡が来たそう。哦，那个小男孩。ユリスって男の子が既得だって。ユリス？一体？私のお客様です。他还有一封信没写，是不是？我操，要抉择了。みんなには俺が天国に行ったその日に渡して。是留在这里还是要回去？戻ります。ライデンへ戻ります。バイオレットちゃん、戻るって。
こんな嵐の中。少なくとも朝にならないと船も出ないよ。ギルベルトに会うんだろ。会いたいです。会いたいです。ですが指切りをしたのです。ユリス様と約束をしたのです。就像他一直在遵守跟少佐的约定一样。まだ一通ご依頼の手紙がかけております。でも戻るには急いでも3日はかかる。用这里的电报写吗？もっと急いでよ。哦，还是说让爱丽丝去代笔啊？ついさっきベネディクトが預かっている手紙を持ってアイリスと病院へ向かったそうだ。副社长风韵犹存啊！失礼します。啊，来不及了吗？ユリス、ドールの方が来てくださったわよ。書いてほしい手紙があるんでしょ。哇，瘦了好多。はいよ。代わりに来たアイリスよ。バイオレットは今遠くにいるの。大切な人とやっと会えて。愛してるわ。教えてくれた人。うん、そうよ。生きてたんだ。よかった。話は聞いてるから。リュカ君に手紙を書くんでしょ。うん。なんて書けばいい？ユリス！ユリス！ユリス、もう大丈夫だからね。哦，直接把刘卡带回来是吗？はい、繋いでください。お願いします。哇，这里ユリス君、リュカ君よ。これ、どうすればいいの？もしもし。だよ。ユリス？うん。もしもし。
りたくないって言って。ごめんなさい。なんで謝るんだよ。僕会いたくないって言われて助かったけど、ユリとはその方がいいんだって思ったから我慢したけど、どうしても我慢できなくて何度か病院に行ったんだ。そしたら窓からユリスの顔ちょっと見えた。ひどいこと言って。僕全然怒ってなんてないよ。ユリス、僕たちずっと友達だったよ。これからもずっと友達でいようね。よかった。ありがとう。いけすかない機会もやるわね。手紙は書けなかった。でも電話で最後にリュカ君と話せてちゃんと伝えられたそうだよ。ごめんとありがとう。それから君が書いた手紙はご両親と弟さんにちゃんと渡したそうだ。お母さんが焼くパンケーキ美味しかった。野菜ももうちょっと食べたらお母さん喜んだから。お父さん、魚釣りもキャンプも楽しかったよ。僕、お父さんとお母さんの子供に生まれてきてよかった。大好きだよ、ユリス。弟さんにもお手紙が。僕？シオン、怒ったり意地悪したりしてごめんね。でもお前が生まれた時すっごく嬉しかった。僕をお兄ちゃんにしてくれてありがとう。僕の分もたくさん生きて、それから
僕の分もお父さんとお母さんを大切にして仲良くしていっぱい甘えて僕の大切な弟へお兄ちゃんよりお兄ちゃん、ありがとう。僕、嬉しい。パパとママも嬉しいでしょ？ありがとうユリス。小孩子啥也不知道。太遭不住ユリ了这一スは段。君が大切な人に会えたことを喜んでるって。朝になったらもう一度あいつのところへ行こう。出てこなかったらドアをぶち破ってあいつをぶん殴ってでも。社长好好呀，正在调节气氛。少佐を殴るのでしたら私が。冗談です。バスの便で戻ります。郵便所に戻って手紙を書きます。仕事が溜まっておりますので。バイオレットちゃん。少佐はご無事で生きておられました。もう二度と会えないかもしれないと思っていたの。お声も聞けて。私はもうそれだけで十分です。我觉得刚刚那一段有一个场景我好喜欢，就是那个电话那里，就是那爱丽丝不是之前还吐槽那个电话吗？就是要代替他们嘛，然后这一次他们却选择了就是以电话的形式来亲自沟通，这种对照真的好棒，我觉得。然后还有他也得到了那个徽章。啊，是。然后我感觉可能，威尔雷特这次的转变也是基于小男孩身上所发生的故事得到的一些，想法上的一个是转变吧。反正刚刚那段能活着就已经足够感谢了。反正刚刚那段有好多地方都让人泪目。谢谢你还活着，哎。就没有什么其他的所求了。有人回来了。还是小孩。よっちゃどれやってみてくれ。啊，应该只有他一个人能转着弄这东西。これで随分楽になるわ。あ、郵便のおじさんとお姉さん。おじさん。ねえねえ、あの機械
信，然后送下去是吗？通过那个是，我觉得是。先生に渡してくださいますか？わかった。絶対渡すね。じゃあね。あんただけがそうことはない。この島から若い男たちがいなくなったのもあの戦いで多くの人が死んだのもわしらみんなのせいかもしれん。他已经看透了少爷，戦えば豊かになる。みんなそう思うとった。只要打仗就能变得富裕。雷電尺取引のやつらが憎いと思うとったよ。じゃがみんな傷ついとったんじゃ。みんな帰るところがあるのなら帰った方がいい。いいえ、ここにいます。ずっとここに。わしらは助かるがの。长者的提醒总是那么恰到好处。老爷子真是有大智慧。哎，这不是大佐吧？お前はこの島でやっと自分の道を選ぶことができたのだ。啊！我的妈！確かにいいところだがな。兄さん、のうのうと生きてたくせにおふくろの葬儀にも顔を出さなかったんだな。俺と違ってお前は可愛がられていただろう。すまない。まあお前の分もバイオレットがおふくろを訪ね今も毎月墓に参ってくれているがな。いつかまた会うことがあったら謝ろうと思っていた。だが今は麻袋に詰め込んで带回去。お前をバイオレットの前に放り出したい気分だ。哥哥被感动了。あの時引き取るべきではなかった。じゃあ本当はどうしたかったんだ。幼かった彼女はもっと楽しい時間を過ごせるように可愛らしいものを慈しめるように美しいものに心躍らせるようにそんな時間を過ごさせてやりたかった。他不能没有你呀！啊！なのに哦，是不是还有那件衣服啊？还有当时绝杀！小孩哥又是お前宛てだ。読めよ。
親愛なるギルベルト少佐、突然お邪魔したことをお許しください。これが少佐に宛てて書く最後の手紙です。私が今生きて誰かを思えるようになったのはあなたのおかげです。私を受け入れてくださってありがとうございました。本を読んでくださったり、文字やいろいろなことを教えてくださってありがとうございました。ブローチを買ってくださってありがとうございました。いつもそばに置いてくださってありがとうございました。心か。愛してるをありがとうございました。少佐が愛してると言ってくださったことが私の生きていく道しるべになりました。そして愛してるを知ったから愛してるを伝えたいと思いました。ありがとうございました。今まで本当にありがとうございました。あなたの声が道しるべ、一羽の鳥が鳴いている。みんな簡単には素直になれないものだな。私を探して優しさで編み続けた。ブーゲンビリアの家は俺が継ぐ。お前はもう自由になれ。晴れの日も雨の日もあなたを守るためにかけがえのない宝物、名前のない花。大佐，他太温柔了吧？大佐也太好了，是大笑的，我不知道是不是翻译问题。帽子都吹掉了。看得到吗？看不到啊。
也太慢了吧，8个。我操！纯爱一月。不行了。这就是谈恋爱为什么要找体育生的原因，普通人真干不了这事儿。牛逼坏了！バイオレット、私はもう君の主人でも上官でもない。私は君を傷つけた。私は君が思うような男じゃない。素晴らしい主でも立派な人間でもない。きっと君にふさわしくない。それでも好可爱。今でも君の西巴。そばにいてほしい。バイオレット。该改称呼啦。バイオレット。他冲破碎的我走了过来。泣きそうなんだ。你已经哭了。君の涙を拭いたい。但是我没有手。お願いだ。顔を上げてくれ。好吸，我有鼻涕。呦。愛してる。バイオレット。ずっと殺したかった。什么声音？海风，海风。人儿
有了信都不要了是吧？他已经完成了时间线要串回去了，已经完成了使命了，这封信。哎呀，这是之前那些场景都给串起来了。哎，他俩太可爱了。妈的，童养媳，我真服了。少佐你真的是，这时候少佐年纪也不大的，那也是童养媳，照样还是比他大的。哼，你小子算盘打得响。哼，哇哦！士气满满的。哎，好可爱！他建成了。也算是一个时代完满结束了吧。社长哦，他以为奥利特在身边，然后想跟他说话，然后别过头就发现不在身边。社长深藏功与名，大姐姐一如既往的好温柔啊，好美。这封信是贝奥利特寄过来的吧？应该。辞职信是吗？彼女は受けていた仕事をすべて終えると勤めていた郵便社を辞め島の東大の郵便業務を受け継いだという。就继续今はもうその郵便局も町の通りに移転したらしい。電話ができてドールという職業は廃れたというが多分彼女はここでみんなのためにたくさん手紙を代筆したのだろう。でなければこの切手はねこの島だけで発売している CH 郵便記念財団発行の切手なんですよ。この島は一人が年間に出す手紙の数が国内で全国第一。哎呦，业务搞得挺好的嘛。ドールっていう仕事があってこの島にもそれはみんなに慕われた人気のドールがいたんですよ。啊，这是贝奥利特头绳儿。名前はバイオレット・エヴァーガーデン。
度も彼女に手紙を書いてもらったことがあるんです。啊，标志的动作啊！言葉で言えなくても手紙ならできるかも。私も素直な気持ちを伝えたい。伝えたいあの人は今この時にしかいないから。写信给自己的父母了。パパ、ママ、ありがとう。哇！开篇的时候还没有维尔利特呢，那个道路上，啊，这个最后那个邮票那个，我靠，好戳呀，我靠！他走出了一条自己的道路。就像他们兄弟俩跟他爸争执的时候，那个场景也是他们站在同一条道路上，但其实旁边有并行的其他的道路的。那么其实现在他们也自己走出了自己自由生活的道路，我觉得真的挺好的，彻底走出了战争留给他们的那种阴霾了。我觉得大佐那里真的让我挺感动的，就是他说家族有我来继承，你要自由的活。对，正如当时那个少佐跟那个维尔利特说的，你要自由的活下去，一模一样。基友达，这果然，宇宙的尽头是基友达。深爱的人就会希望他自由自在的活下去，按照自己的想要的方式活下去。里面有一些小细节、小动作还是确实挺感动的，包括他整个大背景是时代的进步，然后寓意的人偶这一个职业逐渐会被淘汰，会消亡，但即使这样，传递感情的使命依然会存在，只是由书信变成了电话，很奇妙。所以其实他整个作品最后浓缩到一个核心的词，还是浓缩回了紫罗兰上面。紫罗兰的花语不就是永恒的爱与美吗？它以书信的形式，其实也是在承载着爱，然后去传达着爱与美这件事情。所以我觉得，我操，有点东西了哇！还有一个是，就是之所以少佐和那个威尔利特都先后经历了从战争回到正常生活的那种不适的阶段，是因为他们内心其实是有一个对世人带来灾难所产生的自我的那种谴责，那种亏欠感的。那其实爱是长久亏欠，之所以他们内心是有善意的，有对世间的大爱的，所以他们才会产生对自我的谴责，会觉得自己的存在以及自己过往的行为是对大家的幸福产生了一个破坏的，所以他才会这么的拧巴，活得那么拧巴，然后一度走不出来，适应不了战争之后原本应该幸福的这种生活。所以我就觉得还有一个就是关于坦率的这个情感这个里面的
就是伏笔我也很喜欢，就是大佐他在劝他弟弟的时候，之前也说过，就是大家也不是想坦率就能坦率，然后映射到这个关于性。我觉得性的存在就是去给予那些不够坦率的人去表达自己真实内心的一样的这个存在，然后到一个媒介。对，然后后面时代在进步的时候，到了电话，就是说明人表达自己的情感也会越来越坦率，对，越来越敞开，就直接通过电话就可以诉说了，这也是关于坦率的这张情感的埋伏，我也特别喜欢。但即便情感表达的方式越来越直白，越来越快速，越来越高效了，但是可能人还是无法完全彻底的突破那种情感上的那种羞涩的那种感受吧，所以很多时候还是会口是心非，言不由衷的感觉。对啊，就像我们看前2集有那个大姐姐不是说吗？人类总是很矛盾的，然后语言总是会这样的。而书信的这种存在，其实就赋予了一种特殊的那种浪漫在上面。是，同样是表达爱意。那我们现在同样是当然有更多高效的选择，比如说像网络、像电话等等，这种都是在快速的迭代的过程，但是始终那个信件的那个分量跟逐字逐句书写的那种情谊的那个浓度是无法比拟的那种感觉，总会觉得那个是更浪漫的一个存在。虽然现在在这个时代，大家已经几乎不用书信来通过对话了，但反而给书信增加了一层意义更加深刻的这样的一个含金量。对，当有人用一封书信给你表达情感的时候，你会格外的重视。满满的真诚，因为这个行为本身，这个载体本身。对，这就感觉很神奇，就是随着时代的发展越来越便捷，反而曾经那些就是书信这样不便利的东西，反而会越来越被大家当作是一个含金量特别高的一个存在，表达情感的存在。很神奇，因为这个传达本身，这个传达形式本身就需要消耗更多的时间跟精力，所以它的情感浓度会天然的在大家心里有一个更大的一个分量吧，就觉得它是更真挚的，更付出情感跟时间的那种存在，真好。然后里面有一段就是那个孩子快去世了那一段，然后爱丽丝去代笔那一段，我也特别喜欢那一段，就是爱丽丝直接把电话拿过来，就跟当时维尔利特帮那个公主代笔，然后他选择直接让他们2个亲自写信的做法，我觉得其实是一样的，让当事人自己直接去对话。不管载体是什么，形式如何，最终最根本的都还是要为了爱的表达而服务的。那既然这种形式虽然说对我所从事的这个书信的行业是有冲击的，但是它能够帮到当事人能够快速的及时的表达爱意，那就无妨呀。黑猫白猫抓到耗子就是好猫，突然落回很实际。这个我觉得是挺不容易的。是的，说明大家是心地善良的，没有那么狭隘的心胸，所以足够博爱，所以才会有这样的选择。我靠，又他妈拉狗！这就完成了双方给予的约定嘛。美，永恒的爱与美。好，我就知道这个剧场版不简单。这么老长的时间，他不可能一上来就已经年代挂掉了吧？果然还是有东西的。好，又是一场泪腺爆炸、酣畅淋漓的这个电影。那么我们现在尸体暖暖的。OK， 那么我们昨晚永恒花园也正式完结。那感谢大家这么多期的陪伴，那我们就有缘再见，下期见吧，各位，拜拜。我要这样子。